こんにちは。本日のレッスンは、黄色番を対局できるようになるまで、その3です。まずは、陣地の境界線について行っていきましょう。はじめの数手が進んでいったら、およそ陣地のできる場所がイメージできると思います。この黒と白の間が陣地の境界線となります。今は空いているところは、こういったところですね。大きく見て、3箇所が空いているようなイメージです。この辺りを順番に打っていって、またここもこんな風に、およそ黒のところが固まって、白も止めたので固まってと進んでいくと、終局に近づいていきます。このようにどんどん隙間が小さくなっていって、隙間が完全になくなったら陣地の完成ということでしたね。こんな風で、ちょっとずつ陣地が確実になっていっています。陣地を囲うコツですが、まず自分の陣地の中に打たない。そして相手の陣地の中に打たないということです。自分の陣地の中に打つと、せっかくの陣地が1個減ってしまうということでしたね。そして白の方に打っていったとしても、囲んだら取れるというルールがあるため、最終的には囲まれて取られてしまうということで、自分の陣地と相手の陣地の中には打たない方がいいということですね。この2つを守りながら打ち進めれば、綺麗な形で終局することができるはずなので、意識してみてください。では次に、切りと跳ね継ぎについてです。切りというのは、このような形を指します。黒も斜めで、白も斜めに、これが切り合っている状態となります。この切りという形は、お互いに呼吸点が2しかないため、危ない形となっています。状況によってどちらかが取ったり取られたりということが起きやすい形ですね。なので、この形は要注意となります。では、実践形で切りを確認していきましょう。先ほど境界線の話がありましたが、白がこのように侵入してきそうになった場合、黒はまず止める手を打ちますね。そして白も当たりなので守る。そして先ほどの切りの形、実はここで出てきます。白がもしここに打った場合、先ほどのお互いが斜めにこう切れている形になっているのが分かりますか？この形で黒は当たりになってしまっています。そしてこの石を逃げようとしても一線なので、逃げても逃げても当たりの状態で最終的には取られてしまいます。なのでここでは切りを守るという手が必要になるということですね。この切りの形をまず見つける、そして守るというところは重要なところになるので、どんどん問題を解いて目を慣れさせていくといいと思います。それでは問題を解いてみましょう。白がこちらに打ってきた場面です。まずここでも黒がどこに打つか一手ずつ考えていきましょう。正解はこちらですね。ここを無視するとどんどん入られてしまうため、しっかり止めておきたいところです。そうすると白は当たりになるため守ります。ここで再度黒番で問題です。黒はどこに打ちますか？正解はこちらですね。やはりこれも打たなかった場合、白にここに打たれて、この形は切りの形でしたね。そして切りの形ができた時に、黒は一線に石があるので、逃げても逃げても取られてしまうということでした。なので、黒はここにしっかりとつないでおく。これによってこの石とこの石が無事に連絡したということですね。これを一線の跳ね継ぎと言います。白のこの手が跳ね、そして当たりになるのでつながなければいけないということで、これを跳ね継ぎと呼びますね。今、一線の跳ね継ぎについて紹介したのですが、二線の跳ね継ぎについても紹介していきます。まず、ここが陣地の境目になっていますね。なので、ここで黒が跳ねを打っていきます。そして白は
これ以上入られないようにするために止めていきますね。そして黒がここで違うところに打った場合、白にここに打たれて、これはまた切りの形、見えますか？この黒の2つとこの白の2つで石が切れています。なので、この黒は当たりになっており、逃げたとしてもそのまま追いかけられて取られてしまいますね。なので、ここでは黒は切られてしまうともう助けることができないため、つなぐという手を打てるといいですね。それではこちらも問題を解いてみましょう。黒はこちらに跳ねて白が押さえたところです。ここで黒番でどう打ちますか？正解はこちらですね。皆さんこちらにどんどん進みたいということで打ちたいという方もいたかもしれませんが、2と打たれるとこの黒石が当たりとなっています。そしてやはり石が切れていますね。なのでここで黒は当たりになって逃げる。そして白に追いかけられると、やはり逃げているところが一線なので最終的には取られてしまいますね。なので黒は白にここに切られないようにつないでおくというのが正解となります。そしてこの難しいところが、切りの形というのはたくさん存在していて、例えばここの形だったり、この形も切りの形ができています。例えば黒がここに打てば白も切れている、黒も切れているということですよね。これでじゃあどちらが結局取られているかということなのですが、もし黒がこちらに打った場合、白番でこの2を取ることはできるでしょうか？正解は取ることができます。どちらから打っても取れますが、基本はこの一線の方に追いやっていくといいということで、こちらの方に黒を向かわせるという作戦で、こちらから追いかけていこうと思います。そしていつかはこの一線に追い込まれてしまい、黒としてはやはり取られてしまいますね。つまり黒からここに切る形はできるのですが、白のことを取るということができないため、結果的に黒は取られてしまうということになります。つまり切りの形というのは全てを守ればいいというわけでもなく、少し続きを考えてから守りが必要か必要でないかということを判断しなければいけないということになります。ただ、それがものすごく難しいことなので、最初のうちはこの形に気づく、そして守りがいるかな、いらないかなという発想を持つということができれば十分かなと思います。それでは、コートダメ、終局についてです。以前ルールで学んだ着手禁止点を覚えてますか？自分から打っても取られてしまうところには打つことができないということでしたね。なので、こんな風になっていたら黒からはここには打てないということでしたね。ただし、相手の石を取ることができるときには打つことができるんでしたね。法というのは、このように一つの石を取ったとき、相手もすぐ取れる形になる状態を指します。この時に、お互いにすぐに取り合ってしまうと、対局中にもしこれが発生した場合、もう進まないということになってしまいますね。なので、白はすぐに取り返すことはできないです。なので、この形になっている場合、白からはすぐに取り返せないというルールがあります。一度違うところに打ってから、黒も違うところに打ち、そして取り返すことができるということですね。黒も同様に、すぐには打てず、違うところに打ってからなら打つことができるとなります。それでは、この問題を解いてみましょう。黒番です。どこがコウの形になっているかわかりますか？正解はこちらですね。黒がここに打って、また白がここに打ってという、ここがコウの形になっています。もし白が違うところに打って、黒が対応せず、連続で打てば黒はこの白を取ることができるし、逆に白がここを取って黒が違うところに打った場合、白がもう一度ここに打てば、白がこちらの石を取れているということになります。つまり、コウの状態ではどちらが取られているというのがまだ決まっていない状態ということになりますね。
形がかなりややこしいので、あんまりこうは好きじゃないという方は多いのですが、一応ルール上覚えておいてくださいね。それではこちらの問題です。黒番でこれもこの形にしてください。正解はこちらですね。もし黒がここを取っていって、また白もすぐは取り返せないですが、争って取り合っていればこうということになります。では最後にダメについてです。ダメというのは黒と白で作られた空間のことです。この図なら、この黒とこの白で作られているこの今点元、ここがダメとなっています。ダメというのは黒字でも白字でもない意味のないところとなります。ただ最後数えるときにこのままだと紛らわしいので、手番の人がここを埋めて終局となります。この後、整地といって陣地を計算する動作に入ります。では、ダメを見つける問題を解いてみましょう。この中にダメが一つだけあります。どこにあるでしょうか？正解はこちらです。この場所が黒と白で作られたどちらの陣地でもない場所となります。なのでどちらが打っても同じなのですが、手番の人、今で言うと黒番がここに打って終局となりますね。ここまで見ていただいてありがとうございました。3つの動画を見て知識をつけたので、きっと9路盤で対局できるようになっているはずです。まずは AI と気軽に対局してみてくださいね。また、今まで学んできたことは、こちらの30級から26級の問題を解いてもらうと、復習になったり、対局の役に立つと思うので、ぜひやってみてください。次のレッスンは、ついに13路盤です。それではまたお会いしましょう。